9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。スコットランドを代表するシングルモルトグレンドロナックが日本で初めての一般向け体験イベントを開催します。その名も The First Sip 始まりの一口。2026年2月6日から8日の3日間、建築家安藤忠雄氏が手掛けたハウス・オブ・表参道で行われる予定です。このイベントは単なる試飲会ではありません。光灯と映像によるシアター型インスタレーションを通じて、まるで自分が樽の中を旅して熟成を体感するような新しいウイスキー体験が用意されています。最後にはインスタレーションを経た感覚で最初の一口を味わうことができるという趣向です。会場ではグレンドロナック12年、15年、18年のテイスティングや飲み比べラウンジ、オリジナルカクテル、ペアリングフードも提供され、ブランドの世界観を五感で楽しむことができます。シングルモルトファンはもちろん、ウイスキーの始まりの一口を深く味わいたい方にもおすすめのイベントです。完全予約制となっておりますので、ご興味のある方はイベント公式サイトをご確認の上、参加されてみてはいかがでしょうか。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。今日はウイスキー好きならぜひ知っておきたい、そして一度は体験してみたいスコットランドの伝統行事、バーンズナイトについてです。毎年1月25日、この日はスコットランドを代表する国民的詩人ロバート・バーンズの誕生日にあたります。バーンズナイト、あるいはバーンズサパーと呼ばれるこの行事は、詩、音楽、料理、そしてウイスキーを通じてロバート・バーンズの精神とスコットランド文化を祝う夜です。18世紀に生きたバーンズは王侯貴族ではなく、農民や庶民の言葉で詩を書き、スコットランドの誇りと魂を作品に残しました。彼の詩には友情、自由、人生の喜び、そして酒を酌み交わす楽しさが数多く描かれています。その象徴が世界中で歌われているオールドラングサインです。バーンズナイト当日はバグパイプの音とともにスコットランドの郷土料理ハギスが運ばれ、バーンズの詩アドレス・トゥ・ハギスが朗読されます。そして食事とともに欠かせないのがスコッチウイスキー。バーンズナイトにはどんなウイスキーを合わせるかという楽しみがあります。まず定番として挙げられるのがロックランザ蒸留所のロバート・バーンズシリーズ。このウイスキーはロバート・バーンズワールドフェデレーション公認の銘柄で、バーンズの名を冠する数少ない公式ボトルです。ブレンデッドとシングルモルトがあり、どちらも親しみやすく、まさにバーンズの詩のように人と人をつなぐ味わいです。もう一つバーンズナイトにおすすめしたいのがロッホリー蒸留所のアワーバーレー。バーンズがかつて農業を営み、詩の創作に励んだローランドの農場に創業した家族経営の蒸留所のウイスキーです。さらにバーンズの人生に欠かせない要素として友情と祝宴があります。格式ばらず、それでいてスコットランドらしさを感じさせる、それが理想のバーンズナイトです。バーンズナイトは決して堅苦しい文学イベントではありません。詩があり、笑いがあり、グラスを傾けながら語り合う夜です。1月25日、もしバーで、あるいは自宅でバーンズナイトを楽しむなら、ロバート・バーンズの言葉を一つ読み、スコッチを一杯注いでみてください。その一杯が200年以上前のスコットランドと今この瞬間を静かにつないでくれるはずです。動画の概要欄に蒸留所公式サイトのリンクを貼っておきますので、
気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は八郷蒸留所から日の丸ウイスキー2026エディションです。八郷蒸留所は筑波山の伊予を西に望む石岡市八郷地区、のどかな里山風景が広がるこの土地で2020年より稼働を開始。運営元の木内酒造は清酒、菊森をはじめ焼酎やリキュール、ワイン等を作る1823年創業の老舗蔵。1996年にはビール事業にも参入し、同社が展開する日立のネストビールは今や世界各地でその名を知られています。ウイスキー作りはそのビールを製造する額田醸造所に併設する形で2016年より試験的にスタート。当初は発酵までの工程をビール製造と兼ねていましたが、本格稼働に向けて八郷地区の広大な敷地に立つ古い公民館をリノベーションし、現在の蒸留所を新設しました。2023年夏からは同社の石岡の蔵に設置した製箔施設で麦芽作りが開始され、いずれは原料の穀物から酵母に至るまで全て地元産にこだわった茨城発のウイスキーを目指しています。今回の日の丸ウイスキー2026エディションは八郷蒸留所で製造したモルト原酒のみをバーボン樽、シェリー樽など複数の樽でそれぞれ3年以上寝かせブレンドしたシングルモルトウイスキーです。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は深みのある琥珀色ですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートは木の香りにリンゴ。ミドルノートは香りの強い蜂蜜。ラストノートはトロピカルなフルーツの香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりはピリッとしたアタックにボディはミディアム。濃厚なカラメルに木の渋み。砂糖漬けのジンジャー。デメララシュガーの素朴な甘さ。フィニッシュはペッパーやクローブなどのスパイス。発酵した糖蜜にわずかなピートが余韻に続きます。甘さとスパイスが前面に出たかなり飲み応えのあるウイスキーですね。熟成が早いウイスキーによくあるようなトロピカルなニュアンスが香りや味わいに出ています。ピートは最後にわずかに感じられる程度で、味のストーリーとしてはユニークな部類ではないでしょうか。今回はストレートでいただきましたが、ロックやソーダ、水割りでもいいかもしれません。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストは御嶽蒸留所からThe First Edition バーボンバレルズをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手は
シーカーでした。